皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。前回の続編です。話はますます妙なお話になっていくと思います。この私のイメージに湧いてくるお話を皆様にぜひねご紹介したいなと思いまして、そしてそれが一つのエンターテインメントとして楽しんでいただければななんていうことは思っています。ということで早速続編をご覧ください。では行ってみましょう。古代中国ではこの日本人は五の大伯の末なりなんてね言われてたりするんですよ。それは義書東書、新書にもあったかな、あるいは魏志倭人伝史記、史記なんかにも倭人は五の大伯の末なり。この大伯という方は周王朝の王子様、それが快慶だったかな、それこそ昔義合職なんていう五の国を、建国した方、それについては昔から言われてて、例えばあれは南北朝の時代に切った前奏がやはり日本は五の大伯の末なりって言ってるんですよ。戦国時代にはイエズス会の宣教師が神武天皇は五の大伯の6代後ですなんてね、そこまで言ってたりで、五の大伯を祀ってるところというのは鹿児島県大隅の神宮も祀っていたり、九州各地にはそういった大伯の痕跡があるので、どうなんでしょうね。でそれに異を唱えたのが、北畠近房、南北時代の南朝の中心、陣王小陶器なんてね中で「いやそれは違うよ」なんてね。でただあれは江戸時代になって誰だったっけ、林羅山かな、儒学者が五の大伯の末なりって肯定しちゃったりって言ったら、水戸光圀が怒って日本史っていうのを書き出しちゃってね、そんなことはないよとまあいろいろあるんですよ。今となってはわからない。面白いですね。興味があったら皆さん調べてみてください。五の大伯は置いといて、この日本語の中に滅び去った五の発音が残ってるんだねってびっくりしたなんていう中国の文献があったように思います。例えば日本の日です。太陽の日、日曜日の日は五の発音では実なんて言ったりね。で日本の本はポンですね。これはポンっていうのはやっぱり五の発音だったそうですよ。ですからその後の唐とか明とかは本はフォン、フォン、ヒね。日本の日はフィとかフィフォン、ニフォンだけど、では5の発音で日本を言ったら10本ですね。10本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 、10本10本10本、楽しい10本、みんなの10本10本10本、そうね、そんなこと言ってたら越の5の国と越の国は近いベトナムですね。その先行くとフィリピンですから、そっちの方では10本10本なんて言われたかもしれないですよ。もしかしたらそれ聞いた、16世紀に来た、ヨーロッパの方たちは10本10本なんて言って分かんない。そこからジャパンなんてね
ジャパンの「ジャ」は「や」なんて言って、ヤーパニーとかヤーパンとかなんていう、だんだん言葉が変わっていったりして、おかしいですね。あるいはハポンとか、言葉の発音は時代によっても違って、そういった古い言葉も残ってるというのもこの日本の面白さですから、そういったことも考えると真実は置いといて、混ぜちゃったもんだから、うまくね、神様の名前だとかいろんな神話も含めて、この日本の歴史はいろんな包みでオブラートに包んでっちゃった、なのでその包み紙を見ると、いろんなことを考えちゃうわけですね。でもそれの真実はもっと単純な、ことって考えるとよろしいんじゃないですか。ですからその神話自体が作り話、根底には真実があるにせよですよ、そういうふうに考えた方が、自然なのではないでしょうか。州ね、州は商に通ず。この州の国の民は、商売上手だったんですね。いろいろな土地に、ブランチを作ってね、支店ですよ。それで、ネットワークで、経済というものを回していく。そして国が一つになった。大変ですから、この中国の一つの中央でまとまる、それぞれの国が時代で国があるにせよ、周王朝というのは一つのモデルケースとして、国の在り方、それをの血流として商人が物を回して、ですから今でも華僑の人たちはビジネスマン、世界中で、商売してますね。商売上手ですよ。そしてインターナショナル、今でも中国の方はね、偉いもんです。リスペクトしましょうよ。そしてもう一つ商人がいますね。それはイスラエルの民。彼らも中東の地で王国を作ったりした時もあったんですが、穏やかな人たちだったんでしょうね。でその方たちはやがていろんなところにフルボッコにされて、バビロン捕囚だとかいろんなところ連れられて、もう帰るとこもなくて、だけれども自分たちは唯一の神を信じる信仰心が生きる拠り所となって戒律を守り勤勉に暮らしていった。彼らは旅をすることができたんですよ。当時はやはりうぶすな神というか、それぞれの国土地に神様がいて、その神様の庇護のもとに暮らしているから他の土地に行けないんですよ。神様守ってくれないから。ただ古代イスラエルの民はどこに行っても神様とのお約束を守って信仰心さえあればどこにでも行けた。そして商売をすることによってネットワークを世界中に作っていった。それが一つがシルクロードと言われている、交易ルート。そのシルクロードは日本では飛鳥時代に到達してましたね。ですから4世紀ぐらいにはイスラエルの民、日本に到着してた可能性というか、確実にシルクロードとして物流が正倉院に収められていますから、ペルシャのものとかね、そういったものが世界の中東からのものも入ってきているということは、確実に古代イスラエルの方たちもやってきた。それは自然でしょうね。その当時はね、古墳なんて作ってまして、どんどん、水田を作っていくのためには水を引かなきゃいけないから、川から水路を引く。ちょうどその頃にね、
ハタ一族なんていうのが来て、それは秦王朝の末裔なんて名前が秦ですから、彼らはそれこそ大陸では万里の長城を作ったり運河作ったり土木技術に優れていた人々たち、ハタ一族、それが土木技師となって皆さんにこうしてくださいこうしてください、そしたらどんどん水路がいいように、切り開かれちゃって、余った土はじゃあこれまとめて山にしたら古墳になっちゃって、そうですね、じゃあその時代の豪族王様ねの、お墓にしちゃおうなんてね、古墳になってった。別に古墳を作ろうと思って、古墳はできたのではなくて、運河を作った運河っていうか用水路を作った果てに古墳なんかできちゃったりして、はい、その当時に古代イスラエルの民も入ってきて、いろんなものを交易しながらブランチを作って、支店ですよ、交易所を自分たちが作ってね、交易をしていた。で彼らはやはりもう神殿がないもんですから、幕屋と言いましてね、自分たちの神様を拝み奉る場所を作りました。手を洗って清めて手水鉢があって、その先には、木で作った移動式の幕屋、その中に神様がいるであろうと。彼らはその神様は天にいる、ですからシンボルとして偶像は崇拝できない。なので、自分たちの聖書にあるモーゼの十戒を入れた性質に模したものですから、神社にはおみこしありますね。不思議なことに日本とユダヤが同ソロンだなんていう話もあるのは、その古代イスラエルの民の祀る神様の神殿のデザインが大変似てるから。でもそれには一つ理由がありましてね、ちょうどその後ぐらいに古来の日本人から続くのは太陽の神様であったり、石や木やに神が宿るということで、山全体やご神木や、ご神体石というものを崇めてたんですが、今度仏教というものが入ってきちゃいましてね、その仏教、そのデザインは素晴らしいんですよ。お寺寺院があって金色に輝く、弥勒菩薩なんてねとか、大仏様とかさまざまな仏様がやってきて、仏の教えなんて言ってもきれいに着飾ったお坊様がありがたいお説教して呪文を唱えて、そのデザイン、これ結構新しいもの入ってきて、やはりいいんじゃない、仏教。いやちょっと待ってよ、私たちは、神様を古代から祀ってるのに、新しい仏教はその渡来してきた人たちがお祭りするのはいいけど、自分たちまで信じることない。いやでもそれはなかなかいいぞなんていう、いろんなことがあって、そうすると日本古来の神様を祀っていた人たちをちょっと対抗しなきゃどうしようか。イスラエルの人たち、よくよく考えてみると自分たちと清潔に手を洗ったりとかお清めしたりとか、シンプルなその神社の形なんてね、あるいは鳥居なんて、いわゆる、神様を、に祈りを捧げる場所、そのデザインが素晴らしいななんて。いやちょっとイスラエルの皆さん、これ
私たちもちょっとこのデザイン使わせてもらっていいかな。え、いいの？いろんなところで私たち迫害されてきたんだけど、この日本人で私たちなんか受け入れられちゃって、しかもこの私たちの神社神殿の様式がいけてるなんて、採用しようなんて、なかなかいいんじゃない？いや、頑張り、分かりましたね。日本人の皆さんは、私たちももうここに住んで、皆さんと仲良く、あるいは自分たちがこういうふうな形をしてるのね、神社神様を祀るっていうのも、まあ神様がもともとの日本の神様も同じように祀ってれば、まあ、迫害されることもないし、なんか混ざっちゃったなみたいな神仏集合、まあある意味神様もいろんな神様の考えがまあ一緒になっちゃった、はい、なんてね。ですから何か一つの民族が入れ替わったとか王朝交代説がないのは、さまざまに、数百人数十人数千人ぐらいの単位でさっさっさとこの地に来て、もうここで仲良く暮らそうよと。なので和をもって尊しとなすというのがなんとなく、そして穏やかに暮らしていくということで、一つこの日本がまとまって形作られてきたのではないかなんて考えるのも面白いのではないでしょうかね。その神社とね、支持するのは因べし、あるいは物のべし、仏教を持ってきてるのは蘇我氏とかね。まあただ結局はみんなまとまっちゃった。神社もお寺も合体しちゃってたんですね。やがて合体してしまった。面白いでしょ。さまざまな演技神話の物語で包まれて、もう本当のことはわからない。ですからその包み紙を読み解いてこうですこうですということはあんまり意味がないんですよ。ただイメージ的には神や仏を敬うという気持ちはずっと育んできたのではないでしょうか。この歴史に隠されて、イスラエルの民の一派はまだ連綿といるかもしれないなんて都市伝です。ちなみに私の塩川家はシオンの川ですからね。しかも稲荷神社の別当を務めていた時期もある。石清水八幡宮、ね、摂津の地で多田院御家人として神社を祀っていた一族ですね。それは石清水八幡宮、伏見稲荷、戦国時代の別当塩川、国光、長光、やがて塩川家も表舞台から隠され、そっと尾張徳川家で庇護されてたんですね。いかがだったでしょうか。今回は日本って何だろうなって考えた時の一つのグランドデザインについてのイメージ、私に降りてきているイメージを皆様にお話しいたしました。真実かどうかはわからないですよ。興味があったら一つの事象についてそれを調べてみるのは面白いのかもしれないです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録
グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。